では、インフラ作業を生成 AI にどこまで任せるかというテーマで、株式会社電通総研の、佐々木が発表させていただきます。今日は生成 AI をインフラ開発へどう組み込み、どこまで任せて、どこを人が担うのかというお話をします。実際に私が IAC の開発で使っている環境や、運用を紹介します。まず、なぜインフラと生成 AI が相性がいいのかをお話しして、その後、実際の開発フローの中で、設計や、実装、レビュー、実行環境をどう組み合わせているのかを、ご紹介します。後半では、安全に使うためのガードレールや権限設計、それを実案件の、コング以降で、どう実践したかをお話しします。最後に、今回の取り組みを通して、感じたことをまとめたいと思います。最初に、なぜインフラと生成 AI は相性がいいのかという話です。これは、モデルが特別優秀だからというより、インフラという分野の特性によるものだと思っています。例えば、テラフォームや Kubernetes のように、あるべき状態を宣言的に記述するものが多く、設計パターンもある程度、定型化されています。API や、リソース仕様も明確ですし、クラウドベンダーのベストプラクティスや設計ガイドラインも充実しています。そのため、AI はコード生成だけではなく、レビューや設定ミスの、指摘、エラーの切り分けも比較的得意です。アプリケーションのように、実装の、選択肢が無数にある世界と、比べると、探索すべき範囲が狭く、検証もしやすいという特徴があります。一方で、AI が得意だからといって全てを任せられるというわけではありません。例えばネットワーク構成の、トレードオフ、可用性とコストのバランス、セキュリティポリシー、顧客固有の要件、組織の、運用体制や責任分担といった判断は、技術だけでは、決まりません。そこには、ビジネスや、組織の背景があるため、人間が責任を持って意思決定する必要があります。なので、私自身は、定型化、検証可能な領域は AI に移譲し、トレードオフを伴う意思決定は人間が担うという役割分担を基本にしています。この考え方が、この後お話しする AI 権限の、設計や、ガードレールにつながっています。次に、インフラ作業全体を AI の適用という観点で、整理したものです。私が見ている軸は、文章生成に向いているかではありません。間違えても回収できるか、人がレビューできるかという2つです。例えば、要件整理や、調査、ドキュメントの要約、設計の、叩き台作りは、間違っていても、レビューで修正できますし、本番への影響もありません。このあたりは、積極的に AI を活用できる領域です。一方で、設計や実装支援は、リポジトリの文脈や、テスト環境、レビュー体制が整っていることが前提となります。AI 単体ではなく、人や CI/CD と組み合わせて、品質を担保するイメージです。そして本番環境へ直接影響する操作や、クラウドリソースの変更のように失敗した時の影響が大きく、簡単には元に戻せないものは、現時点では人間が責任を持つ領域だと考えています。つまり AI に向いているかではなく、安全に任せられる条件が揃っているかで、判断することが重要です。この考え方が後半でお話しする、権限設計やガードレールの話にも、つながっています。次に具体的な活用例としてインフラ設計書の作成です。ここで意識しているのは、いきなり図を作らせるのではなく、まず文章で設計を整理することです。インフラ設計では、ネットワーク、認証、データフロー、運用方式など、図だけでは前提や判断の理由が、抜け落ちしやすいので、最初に説明文や設計書のドラフトを AI に作らせます。その上で、文章だけでは、伝わりにくい部分があれば、必要な箇所だけを図にします。図も基本は、マメイドのような、テキストで管理できる形式を優先します。レビューしやすく差分も追いやすいからです。ドロー IO のような、図は表現力はありますが、生成や修正のコストが高いので、本当に必要な場面に検定します。
例えば、構成図としてドロワー用が必要な場面も、あるため、その場合は手順をスキル化して、一定の品質で出せるようにしています。重要なのは、AI の出力を、完成品として扱わないことです。AI にはドラフト作成や、図の初期案までを任せ、最終的な設計判断や表現の確定は人間が行うという、使い方にしています。次に実装支援です。ここでは AI に丸投げするというより、要件、方針、実装、検証の、ループを小さく回すことを意識しています。まずやりたいことを要件として渡し、変更規模が大きい場合は、いきなりコードを書かせずに、先に設計方針を出してもらいます。方針を人が確認して問題なければ実装に進めます。実装後はフォーマット、バリデート、リントのような、軽い検査を、ローカルで、回し、エラーが出たらその結果を AI に返して修正させます。この繰り返しは AI がかなり得意な領域です。一方で、テラフォームプランやヘルムディフのような実環境との差分確認は、より重要な判断になるので、仕上げのレビュー工程として、人が確認します。つまり AI には、実装と軽い検証の反復を任せ、人間は方針確認と最終的な差分レビューに集中するという使い方です。AI を実務で使うようになると、意外と重要なのが、実行環境です。私は Dev コンテナを、使って開発環境そのものを、コードとして管理しています。インフラでは、自分の環境では動くという状況が一番困りますが、Dev コンテナを、使うことで人も AI も全く同じ Linux 環境で作業できます。Terraform や、kubectl、Helm などの、ツールやバージョンも、揃えられるので、AI が提案した内容をそのまま同じ条件で再現、検証できます。また、プロジェクト固有の、スキルや、ルールも、リポジトリ内で管理しているため、新しく参加したメンバーだけではなく、AI も、プロジェクトの前提を理解した状態で、すぐに作業を始められます。さらに、環境定義自体も、コードなので、別案件に持っていくことも簡単です。AI にこの要件で環境を作ってと依頼すれば、Dev コンテナの構成も含めて短時間で立ち上げられます。つまり、AI を活用するためには、プロンプトだけではなく、誰が実行しても同じ結果になる環境を先に整備しておくことが、重要だと考えています。では、その Dev コンテナの、中身になります。ここで意識しているのは、AI が実装して、すぐ検証できる環境を最初から用意しておくということです。Terraform や Helm、kubectl、DEC といった、IAC のツールはもちろん、フォーマット、リント、バリデートが、すぐ実行できるような、状態にしています。AI はコードを書くのは早いですが、重要なのはその場で検証してフィードバックを返せることです。このループが早いほど、実装の効率も上がります。もう一つ工夫しているのが、VS コードの、マルチルートワークスペースです。設計書のリポジトリと、インフラ実装の、リポジトリを同じ画面で開くことで、AI が設計を参照しながら実装し、実装内容を設計へ反映するといった、横断的な作業ができるようになります。さらに、クロードのセッション履歴やステートは、ボリュームに保存して永続化しています。コンテナを作り直しても、それまでの文脈や作業履歴をそのまま引き継げるので、毎回ゼロから説明し直す必要がありません。AI を実務で使うなら、ツールを入れることよりも、こうした継続して、作業できる環境を、整えることの方が効果が大きいと感じています。AI を、継続的に活用する上で、環境と同じくらい重要なのが、チームの知識をどう仕組みに落とし込むかです。私は、CloudMD に、ビルドや、テストのコマンド、命名規約、触ってはいけない領域、よくある落とし穴などを、まとめています。ただし、長い設計書を書くのではなく、AI が最初の数分で、判断を誤らないための情報を、優先しています。こうした情報があるだけで、毎回同じ説明を繰り返す必要がなくなります。
また、単に、文章を書くだけではなく、ルールはできるだけ自動化します。例えば、フックを使って、マークダウンの文法違反を保存時に、自動で修正したり、MCP では、GitLab を、読み取り専用で接続して、イシューやドキュメントを参照できるようにしています。一方で、書き込み権限は与えず、変更は、人間が、責任を持つようにしています。つまり、AI に期待するのは覚えてもらうことではなく、迷わないための前提を仕組みとして提供することです。こうした知識を固定化と権限の切り分けがチーム全体で AI を安定して活用するための土台になると考えています。ここで実際に活用の事例をご紹介します。これは API ゲートウェイの構成を Kong の DB-less モードからハイブリッドモードへ移行した検証になります。一見するとデプロイ方式の変更ですけれども、実際にはコントロールプレーン用のデータベースの設計やバックアップ、コントロールプレーンとデータプレーン間のMTLS、設定範囲の仕組み、運用フローや、監視まで影響する、かなり変更範囲の、広い作業でした。ここで AI に任せたのは、単純なコード生成だけではありません。まず何を検証すべきか、どこに影響があるかという論点整理や、検証方針の作成を行い、その内容をもとに設定や IAC の実装まで進めてもらいました。特に、効果を感じたのは、こうした探索的な作業です。経験上、大規模な、構成変更では、実装そのものよりも、何を確認すべきか、を整理する時間の方が長くなります。AI が、その論点整理を、短時間で行ってくれることで、検証抜け漏れが減り、実装やレビューに集中できました。このように影響範囲が広い案件ほど、AI は実装者というより、設計レビューや、検証計画を一緒に考えるパートナーとして、大きな効果を発揮すると感じています。実際の進め方は、かなり、一周駆動に、寄せていました。インフラ作業は途中で前提や判断理由が、散らばりやすいので、まず GitLab の一周を、作業の単位にします。AI には MCP 経由で一周を読み込ませ、その内容を文脈として渡してから作業を始めます。ここで意識しているのは、ワンテーマワンセッションで区切ることです。セッションが長くなりすぎると、要約していても判断がぶれやすくなるので、論点ごとに切り直した方が安定します。作業の終わりには、セッションリキャップというスキルで、何を調べたか、何を決めたか、未解決事項は何かを構造化して残します。その内容を一周のコメントに転記するのは、人間が担当しています。つまり AI には一周を読ませて、文脈整理や実装支援を任せますが、プロジェクトの、公式な、記録として書き込む部分は、人間が担っているという線引きになります。これにより、作業の経緯を残しながら、次の実装やレビューへつなげやすくしています。実装が一通り終わったら、最後は、差分でレビューします。ここで見たいのは、コードが正しいだけではなく、コードが正しいかだけではなく、実際に、環境へ反映すると何が変わるのかです。テラフォームであれば、テラフォームプラン、ヘルムであれば、ヘルムディフアップグレード、コングの設定であれば、デックディフを使って、意図した変更だけになっているかを確認します。特に、インフラでは、コード上は小さな修正に見えても、実際にはリソースの作成やステートフルな変更に、つながることがあります。そこで、差分を AI に、要約させ、破壊的な変更や、想定外の変更が混ざっていないかを、リスク評価させます。人間がすべての差分を目で追うのではなく、AI と、CI の自動リフを使って、見るべきポイントを、絞るというイメージです。最終的な判断は、人間が行いますが、その前段で、危ない変更をあぶり出しておくことによって、レビューの精度と、効率を上げられると考えています。ここでは、繰り返し発生する判断をスキルとして固定化しています。ポイントは、毎回うまいプロンプトを書くのではなく、毎回、同じ観点で見たい作業を仕組みにしておくことです。例えば、バージョンスキャンというスキルは、テラフォームプロバイダーやヘルムチャート、各種ツールの、バージョンを棚卸しするためのスキルです。
TF プランレビューというスキルは、テラフォームプランの差分を見て破壊的な変更やステートフルリソースへの、影響を評価するために使っています。セッションリキャップというスキルは、作業セッションの、背景、決めたこと、未解決事項を構造化して残すためのものです。こうした判断は人によって観点がぶれやすいですし、毎回ゼロから、プロンプトを書くと、品質も安定しません。だからこそ、繰り返す作業ほど、先にスキル化して、同じ観点でレビューできるようにしています。これは個人の効率化だけではなく、チームの暗黙知を、再利用可能に、するための、取り組みでもあります。結果として、新しいメンバーや別案件への展開もしやすくなります。先ほど、の、今後以降を、実際にどう進めたかを、このページでまとめています。最初にやったのは、いきなり実装することではなくて、移行タスクガイドを、作ることでした。目的 DB ですとハイブリッドの、主要な際、確定した方針、設計上の論点、実装手順を、2、300行程度に、整理し、まず設計面の、疑問点を潰してから実装に入りました。今回の変更は、検証環境向けでしたけれども、コントロールプレイン用の DB や MTLS、ヘルム、テラフォーム、コング設定まで、影響するため、アプリのように、ユニットテストで簡単に確認できるようなものではありません。そこで破壊的な、変更が起きやすいテラフォーム、ヘルム、コングの順に、差分を確認しながら段階的に適用しました。進め方としては、一周で、文脈を管理し、AI に、整理と実装を支援して、してもらい、スキルで差分レビューや振り返りを、固定化する形です。AI を使って、早く進めつつも、適用と判断は、慎重に分けて進めたというのが、この事例のポイントになります。ここは AI を安全に現場に入れるための境界設計の話です。私が重要だと感じているのは、モデルの性能よりも AI にどこまで権限を与えられるかです。インフラでは昔から最小権限の考え方がありますけれども、それを AI にも適用します。例えば、変部ファイルのような秘密情報は、そもそも読み取れないように、ディナイに登録します。許可するのも、基本は読み取り系だけで、Web サーチや、Web フェッチ、GitLab も、コードや、設定を読む用途に限定します。一方で、リソース作成や設定変更、Git への、プッシュのような状態を変える操作は、人間が責任を持って実行します。AI は、調査や、設計案の作成、レビューまでは得意ですが、実際に環境を変更する最後の一歩は、人が判断するという役割分担になります。つまり、何を読ませるか、何を実行させるか、そして、どこから人間の承認を、必須とするかを、最初に設計しておくことが、重要です。インフラや SRE の世界では、権限が強いほど、事故の影響も大きくなります。だからこそ、AI エージェントにも、IAM と同じ発想で、ガードレールを設計することが、安全に活用するためのポイントだと、考えています。最後に、現時点で、まだ AI に任せていないことです。本番環境への、適用や、クラウドリソースの、作成や、削除、テラフォームアプライのような、不可逆な操作については、人間の承認を必須にしています。ただ、これは AI を禁止にするという話ではありません。インフラ運用でも、本番変更を誰でも自由に、実行できるようには、しないと思います。それと同じで、AI に対しても、適切な変更管理のプロセスを用意するという考え方です。例えば、変更は、必ず、PR や MR を経由する。テラフォンプランや、kubectl、diff などの、ドライランを、確認する。最終的な、アプライや本番反映だけは、人が承認するといった形です。ガイドラインはやってはいけないことの一覧ではなく、安全に AI を業務へ組み込むためのガードレールです。
こうした、安全な経路を整備することで、最初は、レビューや調査だけだった AI の役割を、将来的には、より多くの、運用や実装へと、安心して広げていけると考えています。まとめます。今日お話ししたかったのは、生成 AI 活用の差は、チームの文脈を、どれだけ構造化できるかで、出るということです。聞くのは、実行環境の整備、秘密の管理、文脈の共有、そして運用ルールの整備でした。今後の方向としては、検証をもっと自動化して、人間が見なくていい差分を、増やしていきたいと思ってます。そして判断系の、繰り返し作業を、スキルにして安全な経路を作りながら、AI に任せられる範囲を、少しずつ広げていきたいと考えています。まずは、適用しやすい領域から始めて、危険な領域は、権限と承認を前提にする。これが私がインフラで、生成 AI を使う上で、大事にしている考え方です。以上です。ご清聴ありがとうございました。